ふむ。これはまた盛大な歓迎であるな。これから決戦が始まるのだと鬼どもも感じ取っているらしいな。最後の戦だ。それでこそであろう。で、正室殿よ、どう動くつもりだ？どう動くか。健介、何か意見があるのではないか？おいおい、健介。今さら何を考え込んでんだよ。ぐちゃぐちゃうじうじ。ない頭でなんとなく考えたって出る案なんかたかが知れてんだ。もっと真ん中を見ろや。なあ、俺らの目的は何だ？言ってみろ。ああ、そうだ。目的のど真ん中はそこよ。でもな、健介。そこに付け加えることがあんだろうがよ。何が何でもって言葉じゃねえか。鬼なんてわけのわからねえ奴らにでかい顔はさせねえ。何が何でもぶっ殺してやっから死ねやこらってのが目的だろうが。でかい顔されりゃムカつく。ムカつくからぶっ殺す。喧嘩に命をかけるなんざ武士にとっては当たり前のことなんだよ。だからよ、健介。今何が大切なのか、それをてめえの口から言ってくれりゃいいんだよ。そうすりゃ俺らは戦うさ。命の限りな。母の言葉覚えてんだろ？アホ。業なんてもの、貴様一人に背負わせてはやらん。二人で、いや、皆で背負うんだ。それが夫婦というものであろう。怒るぞ。現実感がないなら何度でも言ってやろう。我は健介を支える。全力で、この体すべてで、この命すべてで、この魂すべてで、貴様を支えてやる。世も支えてやるぞ。主様を支えることこそ世の喜びであるのだからな。もちろん私もです。体も心も魂までも、私は健介様にさらわれた身ですからね。まあ、それがしもそれがしなりにお支え申し上げましょう。私もですよ、お頭。ああ、コロちゃんずるい、先に言うなんて。私もちゃんと支えますから安心してくださいね、お頭。言葉に出すまでもなく、我が身、我が才、我が魂、その全てをハニーに捧げておりますわ。私だって支えます。ずーっと支えさせていただきます。支えさせてください、ご主人様。この身はすべてご主人様のもの。ご主人様に尽くすことこそ自分の至上の喜びなのですから。この日の元を照らす日光として、そして愛しきお方として、この榊原かよ、この身のすべてをお捧げいたします。へへ、あやなはいつだって健介様と一緒なのです。
ぱり健介はモテモテさんなの。クオンもカズハちゃんもミクもヒカリも健介隊のみんなだってマリだっていつでもいつまででも健介を支えるから安心するの。かぶらや3本空高く放ちなさい。本陣よりかぶらやが上がったっす。確認してるわ。3本でしょ。本大将、何を笑ってる？かぶらや3本は総攻撃の合図のはず。五条大橋に鬼が充満している中、総攻撃の合図とはあまりにも無謀だと思うのですけど、健介さんは何か考えがあってこの決断を下したのでしょうか？違うわよ。きっとそんなのじゃない。ただの甘ったれじゃないのを証明したってことよ。どういうことっす？この命令で兵たちの多くは死ぬ。だけどその業を背負う覚悟ができたってこと。上に立つ者の業ですか？ええ。綺麗事だけじゃ生きていけない。何かを手に入れたければ何かを提供しないと手に入れられない。例えば時間、例えば財貨、例えば労働力、例えば命をね。他人の命だから簡単に命令できるなんてこと言うやつもいるでしょうけど、そういった非難もひっくるめて背負う覚悟ができたんでしょ。本大将、幸せそうな顔っす。デレデレ。上に立つ者の覚悟や業、そこに背を向けず真正面から受け止めるって夫が言ってるなら、妻である私は夫を全力で支えるだけよ。素直なのですね、御大将。あいつに惚れてるのよ。心底ね。なるほどっす。けど安心するっす。本大将は私たちが支える。行きましょう、御大将。ウェーイっす。長尾の御旗立ていっす。越後が英傑、長尾景虎。その守護を務めるは武勇名高き毘沙門天の旗。我らに毘沙門天の加護あらんことを。もう一つ掲げるっす。大日大将かかり乱れ竜の旗。我らに不動明王の加護あらんことを。毘沙門天よ、不動明王よ、勇猛なる我らの戦い存分に将来あれ。見よや鬼ども、長尾が勇者の死に様をかかれー。先手長尾衆、五条大橋に突入しました。ほう、さすが越後の竜と言うべきか。総攻撃の命に全く臆せず馬服を蹴り上げるとはな。ほんとだ。それについていく長尾衆も同じ人種とは思えないですね。まあ尾張兵は軟弱で北陸の兵は性病っていうもんね。仕方ない仕方ない。貴様らな。いや大丈夫。僕たちだってやればできるんですから。長尾にだって森一家にだって負けませんって。ほう、よう言うた。森一家に劣らぬほどに戦えるというのか。それは見上げた心意気だな、若菜。やぶへびだ。美月様、さすがに森の木印一家には勝てないような。戦闘民族だもんね、森一家。誰かまともな人いたっけ？ああ、確か副官を務めてる鏡っつうのが比較的まともって聞くけどな。アホ、
まだまだケツの青い貴様らは知らんだろうが、森一家の鏡勘次郎、今は清右衛門だったか。あれは鬼兵庫の二つ名を持つ化け物だぞ。化け物？あんな優しそうでお嬢様でお姉さんって感じの風貌なのに。まあぶっ飛んだおつむの闘志を補佐して、なおかつ荒くれ者揃いの森一家を占めてるんだから、それ相応の化け物さんじゃないとやってられないよね。あの人がね。美月様、その鏡さんってどんな化け物具合だったんです？若菜、もうさん付けしてるね。さすがヘタレだね。かわいいな若菜ちんは。奴の若かりし頃、領地問題で親戚と揉めていたらしくてな。その問題を解決するために取った行動がまさに鬼と言えるものだったのだ。解決のために取った行動？なんだろう。兵を率いて討ち入りとか？まあそれが普通だよな。そんな普通のやつが森一家の副官など務まるはずがなかろう。ならどんな行動を取ったんです？奴は相手の屋敷に一人で夜討ちをかけ、家人総勢35人をなで切りにして逃走し、その上追って20人を返り討ちにして遁走しよったのだ。合計55人を一人でなで切りって、そんなむちゃくちゃな。確か鏡さんって元美濃国主時頼義の妹さんの娘さんですよね。なんだよそれ、れっきとしたお嬢様じゃんか。どこでどう道を踏み外したんだろう。その頃から東子に可愛がられていたらしいぞ。なんという戦闘民族。空気に触れただけで森化しちゃうなんて危険すぎるワン。はあ、よかった。途中からさん付けしておいて。若菜ちん、ほんとヘタレだね。ヘタレって言うの？まあ若菜のヘタレは可愛いヘタレだからもういいよ。そこで諦めんなよ。もっと熱く否定しろよ。おーら、くだらん話は終わりだ、サンバカ。そろそろ本陣先手の森以下が動くぞ。その後はお前ら三若の出番。気合を入れろ。なるほどね。うるせえ、まだその時期じゃねえんだよ。だったらボケども、長尾の動きを見極めてんだよ。気散らせんな、ぶっ殺すぞ。喧嘩しか能のないクズどもが。いいか、長尾の動きが止まった瞬間、橋の両端から一気に前に出んぞ。戦慣れしてやがるミクのやつが指揮してんだ。真ん中が開くわけねえだろうが。行くのは橋だよ、橋。はあ？あるじゃねえか。てめえの目はどこにひっついてんだよ。欄干があんじゃねえかっつってんだよ。無茶も無謀も関係ねえ。てめえらも森一家の一員ならやってみせろや。それとも俺が今ここでてめえらの首キュッと締めてやろうか。揃いも揃ってバカ揃いのクズ野郎ども。だったらこの戦場
俺たち森一家が締めてやんぞ。準備はいいか、けだものども。俺らの役目は何だ。俺らの好物は何だ。よーく言ったぜ、けだものども。ならば渡るぜ、三途の川を。森鶴の旗掲げろや。おうよ。織田が家中の一番槍は悪名高き森一家。神に出会えば首を取り、仏に出会えば首を狩る。それが一家の心意気。河内源氏棟梁八幡太郎が六男、源義高が末、森武蔵守長吉。押して参るぜ。御大将、皇族の織田先手衆鶴門を掲げながらものすごい勢いで戦場に向かっていきます。織田の先手って小夜叉だっけ？やれやれ、このまま乱入してくるのかしら。いや、違うっすね。小夜叉ならそんな常識的、もとい成功法では来ないと思うっす。同意。じゃあどこから来るのよ。ただでさえ狭っ苦しいこの橋の上で長尾と織田の先手が合流することになれば簡単に混乱しちゃうわよ。まあそれが普通の考えっすけど、小夜叉は普通じゃないっすから。あれはきっがい。まあそこは否定しないけど。ああ、なるほど。何がなるほどなのです？私たちが一休和尚で森の小夜叉は九郎義経を気取るんでしょ。発想飛びが来るわよ。発想飛びってもしかして義母子を？ああ、なるほどっす。さすがきっがい。そんなことが可能なのですか？やるでしょ小夜叉なら。なんたってあいつは天助の一番槍なんだもの。鬼どもは皆殺しだ。美月様、小夜叉が長尾衆と合流したようですよ。あれは合流というより乱入ではないのか？あの子にとっては似たようなものですよ。やれやれ、東子といい小夜叉といい、森一家には常識というものがないようだな。常識の方が嫌がっているのではないでしょうか。一緒にいるのをね。それも小夜叉の持ち味か。三話か。長尾と小夜叉が切り開いた道をさらに押し開くぞ。光明を稼げ。光明を稼げって言われても、あの状況でどうやって稼ぐんです？橋が狭くて前に行けませんよ。貴様らな、少しは自分で考えんか。考えるって言っても、おいワンコ、わかるか？きっとひなならわかるはずってことはわかるよ。こっちに振るか。まあわかるけど。わかるのかよ。麦穂様、幌州って確かな戦術眼を持つ一騎当選の武者から選ばれてませんでしたっけ？なんだよそれ、ヒナのくせに生意気だぞ。そうだワンコたちにだって戦術眼ぐらいあるもんで。ならわかるようなもんだけどな。全然わかんない。今の状況を見ればわかるでしょ。長尾衆と森一家の働きで橋の上の戦況は5分から8分に傾いてる。つまりもう少しすれば橋を制圧できるってこと。橋を制圧したらあとは橋の出口に向かって戦火を広げていく。となると橋みたいに狭いところじゃなくて広い場所が戦場になる。
その時がヒナたちの出番で、後ろからガーッと動けば、先手たちはヒナたちにところてんみたいに押されて、道がブワーッと開いちゃうって感じ。なるほど。いまいちわからんけど、ヒナがわかってることだけはわかった。ならヒナに任せて、ワンコたちは突撃だワン。やれやれ。まあこの二人はこれで良いのかもしれません。ひなちゃん、助立ちをお願いね。はーい。若菜、ワンコ、足りない頭で状況を理解したら殿と小僧のために存分に働けい。よし、やったるぞー。ケンスケ様にワンコたちの活躍見てもらわないとね。おうよ、任せとけ。苦労。若菜、ワンコ、解くかけい。行くぜ黒ホロシェ、赤ホロ野郎に負けんなよ。それはこっちのセリフだワン。黒いのなんかに負けるな赤ホロ。ほいじゃ、行ってきまーす。麦穂、はい。三若の動きに合わせて私も動く。あら、美月様、短期掛けでもされるのですか？久方ぶりに血が騒ぐでな。後で暴れてやろうと思っている。後ろは任せるぞ。承知しました。ご存分に。おう。黒。東方が押していますね。順調に見えますが、鬼とはこの程度のものなのでしょうか。戦が水物なのは金ヶ崎でも経験しております。今は良くてもこの先どうなるか分かりませんわ。シノ、本体の指揮を任せる。存分に腕を振るうとよい。御意。我らはこのまま前進し、烏丸通りで先手組と合流。その後、戦線を一気に北上させます。また、足利衆、浅井衆を含む健介隊は、本陣の前備えを務めていただきます。任せておけ。では動きます。前へ。姉上、先手大将を務める粉雪から伝令が来たでやがる。我比叡山を確認せり。周辺進路ともに異常なし。先行する吾妻衆による鬼探索もその影なしと言ってるでやがる。比叡山か。山道ゆえか速度が上がりませんな。親方様、どうしたのら。鬼の影がない。凶楽に近くあるのに鬼の影がないのは確かに奇妙。とはいえ洛中のみに鬼が集結しておる可能性はありませぬか？そうならばいい。けれど健介たちが心配。急がせますか？ムカデ衆、山形にさらに急ぐように伝え。お兄ちゃんたちはそろそろ着いた頃かな。もう戦が始まってる頃だと思う。急いだとしてもまださらに一刻はかかり申そう。間に合うと良いが。健介、当たり前でしょ。私を誰だと思ってるの？
そんなことより光から伝令はあった？まだ来ていない。コナミの家流でもまだ距離が遠いためか電話が通じないらしい。ということはまだ時間がかかりそうね。このままじゃまずいわ。自分すぐに探しに。しかし洛中に鬼がどれほどいるのかわからない。光たちが来ないとなるとあまり楽観はできんな。先のことを置いて今はまず金利の解放と二条館の確保を最優先といたしましょう。それがよかろう。柴田衆と幌衆は金利には向かわず二条館に向かう。お願いいたします。共闘法を築かなければ鬼が攻めに転じた時に戦線の維持が困難になります。二条館必ずや確保してくださいませ。おうよ、任せておけ。森一家は五条大橋での戦いの傷を癒し、次の出番を待っていてください。あで、次の俺らの役目は洛中の鬼を皆殺しにすることでいいんだな。そうですが、できる限り順番に願います。順番？なんだそりゃ。鬼をぶっ殺すのに順番なんているのかよ。それを今から調べるのです。雲様。本陣より3人1組で100ほど物見を出したいのですが、人数をお借りできますか？うん、好きにせい。ありがとうございます。物見衆は辻々の様子を事細かに調査してください。存在する鬼の数、種類の確認と町民がどれほど生き残っているのかを調べるのです。調べた後、森一家に鬼を相当してもらうとともに家屋に火をかけていってください。火をかけるって、おいマジか？そんなことすりゃ大鬼の大火の二の舞になっちまうぞ。構いません。洛中の民には恨まれるでしょうが、遮蔽物の多いこの都で鬼を殲滅するにはそれしか方法がないのです。その業は私が背負います。健介様が主君としての業を背負ったように、指図役としての業は自分自身で背負います。バーカ。そういう業は実行する俺が全部背負ってやんよ。お前は違う業でも背負っとけ。違う業？焼け野原になる前以上に洛中を栄えさせる。何が何でも死んでもそれを実現させるっつう業だよ。ごよしょ。俺ら人を殺し鬼を殺すのが仕事の悪の名高き森一家だ。今さら庶民の恨みつらみをぶつけられたところでへとも思わねえ。だから安心して命令しろや。ありがとう小夜叉。礼は勝ってからだ。やんぞしの。はい。健介、俺がじゃねえ、俺たちだぞ。よっしゃ、森一家鬼ども皆殺し作戦実行だ。小夜叉はいろいろなものを乗り越えられたようですね。そうかもしれんな。うちのバカどもにも見習わせたいところだが。なんでこっち見るんですか、美月様。ワンコたちだって頑張ってるんですよ。そういうことにしとこう。なんだよひなまで、僕たち仲間だろ。ひどー。ひなはワンコたちを見捨てるんだ。冗談。まあ
3人でぼちぼちと頑張っていこう。そうだよ、僕たち3人一緒なら小屋舎にだって負けるもんか。ほう、ならば三話か。二条館の確保やってみせ。任せてくださいよ。おいワンコ、行くぞ。それじゃあ行ってきまーす。美月様も若手を乗せるのがお上手ですね。お前には負けるがな。では私も行く。はい、背中はお任せよ。ブーンを。おう、マリ視点に祈っておいてくれ。御大将、柴田衆と織田のホル衆、二条館に向けて動くっす。分かったわ。それじゃあ私たちも動きましょう。目的は分かってるわね。私たちの役目は金利の解放。このまま一気に向かうわよ。準備はいいつでも大丈夫っす。問題ない。玉薬の補充も終わっております。いつでも。ありがとう。クオン、ケンスケ。うん。梅雨払いをしておいてあげる。長尾衆、出るわよ。どうした？金ヶ崎ですか。御意。今のところ土中を何かが進む音などは聞こえてきておりません。大丈夫かと。では主様よ、ヨラもそろそろ動こうぞ。任されよう。そして世はそれを優に任せる。結局こっちに来るのですか。ならばそれがしは指揮権を蒲生梅殿に移譲。どうしてそんなにぐるぐると指揮権を回しまくるんですの？いや、それがしどうも指揮というものが苦手でして、その点梅殿ならば近江が生んだ麒麟児としてそつなく完璧にこなされるかなと。まあそこまで言われるなら指揮を取ることもやぶさかではありませんけれど。ならば問題ありませんな。では梅殿に健介隊の指揮を取る権利をあげましょう。ありがともうユウさん、今は戦の真っ最中なんですから、真面目にやってください。至って真面目にやっているつもりなのですがな。いやはや、なぜにこうも現実とはそれがしに辛く当たるのでしょう。普段からの行いのせいでしょうね。なんともう二人とも茶番はそれでおしまいにするです。さっさと指揮するですよ、梅。茶番扱い。ユウさんと一緒くたにされてしまいました。う。では気を取り直して健介隊出発しますわよ。アキコ、
モノミの報告は？は先ほど金利に向けて放ったノキザルによると、金利を包囲している鬼の数は1000程度とのこと。何それ、少な。ちょっと本当なのそれ？金利周辺の家屋、また地中の気配なども調べた上での数とのことです。なんか怪しいわね。五条大橋で迎撃に出てきた鬼の数がざっと見ておよそ3000ほど。金利の1000を足して4000。二条館もそれぐらい？可能性はあるっすね。鬼ってあんまり数がいないんすかね？否定はできないけど、でもわざわざ私たちの前に生き霊を飛ばして挑発してきたにしては、あまりにもやわすぎるのよね。御大将の勘っすか？ええ、勘よ。女の勘。その勘の働く方向が合っていればだけど。エーリカの目的がはっきりと分かっていないところに怖さを感じるの。本当に健介が目的なのかしら？違う目的があるとでも？そうとも考えておく必要があるってこと。けど今は金利解放すね。ほいでは七手組一番隊柿崎ザクロ、御大将の梅雨払いにサクッと先行するっす。頼んだわよ。アマカス州一番隊に続く。御大将先に行く。ザクロを頼むわね。二人ともブーンを。アキコは後備えをお願い。万が一の時には結露を開いてもらうから。それが私の役目です。ご安心を。よし。影虎が本体もこれより金利に向かう。皆の力で賢きところをお守りするわよ。ご主人様、長尾衆金利に取り付きました。鬼の総数は1000とのこと。五条大橋にいた鬼はおよそ3000程度と聞きました。鬼の数はそう多くないのでしょうか。考えられるのは3つ。1つ、本当に鬼の数が少ない。2つ、どこかに隠れて機会を伺っている。3つ、我らはまだ見つけられていない。といったところでしょうか。物見の報告はどうなっている？順調に情報が集まってきております。その情報は順次小屋舎に回しておりますれば、鬼の殲滅も順調にいっていることかと。ほらもう一丁。おいおい鬼っころども、こんなんじゃまだまだ俺は満足できねえぞ。おー、いいねいいね、息がいいね。やってやんよ。オラ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 まだだ、まだ血が足りねえ。ここはもうおしまいかよ。おーし、んじゃ火放て。ここら一帯盛大に焼き払うぞ。ただし風向きには注意しとけよ。汚物は焼き討ちだ。今のところ区画ごとに潜伏している鬼の数は多くて200前後との報告です。そこから導き出される推測ですが、洛中に潜む鬼の総数としては残り1万前後ではないかと。総勢1万に
金利の1000、五条大橋の3000か。それに二条館にいるかもしれない数を含めますと、およそ15000前後というところでしょう。今のように散らばったままであれば撃破できるため、さして脅威ではありませんが、結集されると厄介です。暇のうちにできるだけ数を減らす必要があるでしょう。金利に急ぐぞ。そろそろ終幕も近くなってきました。新しく紡がれた物語の結末はなぜか私の中にはない。この物語はどのように終わるのか。でも私が演じる役割はただ一つ。扉を開いて。扉を開くのが私の役目なのか。いや違う。私が持つ記憶の中ですっぽりと抜け落ちていることがある。これがかの人が言っていた約束なの。私は一体